ゆっくり解説、池オジの元祖。ロバート・レッドフォードの魅力を語る出演作ベスト10。皆さん、こんにちは。今日のテーマは、ハリウッドを代表する名優、ロバート・レッドフォードよ。おう、今日は私が特別講師として、池オジの元祖、レッドフォードの魅力をたっぷり語ってやるぜ。マリサありがとう。ロバート・レッドフォードって、名前は聞いたことあるんだけど、具体的にどんなところが魅力的なの？池オジの元祖って言われるくらいだから、きっと素敵な俳優さんでしょうね。レッドフォードはな、ただルックスがいいだけじゃなく、演技力も抜群で、数々の名作に出演してるんだ。監督としてもすごいんだぜ。若い頃の輝きはもちろん、年を重ねてからの渋い魅力もたまらない。まさにレジェンドなのさ。へえ、演技もできて監督も、しかもずっとかっこいいなんて、本当にすごいわね。ますます興味が湧いてきたわ。だろ？今回はそんな彼の主力の出演作を、私たちが独断と偏見で選んだベスト10形式で紹介していくぜ。彼の魅力を余すところなくお届けするから、最後まで楽しんでいってくれよな。第10位、スニーカーズ、1992年。さあ、記念すべき第10位は、1992年公開の映画スニーカーズなのぜ。スニーカーズ、どんな映画？これはな、サイバー犯罪を描いたサスペンスコメディなんだ。ロバート・レッドフォードが演じるのは、元ハッカーで今はセキュリティコンサルタントのマーティン・ブライス。彼と仲間たちは、企業のセキュリティ脆弱性を探る仕事をしているんだぜ。面白そう。ある日、謎の政府機関からブラックボックスの奪取を依頼され、彼らはとんでもない陰謀に巻き込まれていくのぜ。いきなりすごい展開だね。マーティンは過去に逮捕歴があり、政府の監視を逃れるため名前を変えて生活しているんだ。常に冷静に状況を分析し、判断を下ろすのが彼の魅力なのぜ。個性豊かな仲間たちとのチームワークも見どころだ。なるほど。頭脳戦とチームワークだね。その通りだ。この映画は、専門的なテーマを扱いながらも、エンターテイメントとして非常によくできていて、今見ても古さを感じさせないんだ。レッドフォードのスマートな演技と、彼が率いるチームのユニークなキャラクターたちが織りなすストーリーは、まさに池オジの魅力が凝縮されているのぜ。経験豊富で知的な魅力に溢れ、落ち着いた雰囲気とユーモアのセンスを兼ね備えた彼の魅力が光る一作だ。見たくなってきた。そうだろう？だからこそ、このスニーカーズは、ロバート・レッドフォードの多様な魅力を知る上で欠かせない作品として、堂々の第10位にランクインなのぜ。第9位、候補者ビル・マッケイ、1972年。さあ、続いて第9位にランクインしたのは、1972年公開の社会派ドラマ、候補者ビル・マッケイなのぜ。候補者ビル・マッケイ、どんなお話なの？これはな、カリフォルニア州の上院議員選挙を舞台に、理想を抱いた若き弁護士が、政治の現実に揉まれて変貌していく姿を描いた作品なんだ。ロバート・レッドフォードが演じるのは、主人公のビル・マッケイ。彼は政治家の息子でありながら、政治の世界には全く興味がなく、環境問題に取り組む弁護士として活動していたんだぜ。政治に興味がない人が候補者になるなんて、意外だね。ある日、選挙参謀に目をつけられ、彼はほぼ勝ち目のない選挙に立候補することになるんだ。最初は自身の理想を訴え、飾らない言葉で人々の心をつかむんだが、選挙戦が激化するにつれて、彼は勝利のためには妥協も必要だと悟っていくのぜ。理想を曲げてしまうのか。なんだか切ないね。そうなんだ。彼の言葉は次第にメディア向けに調整され、イメージ戦略に徹するようになる。そして、最終的には当選を果たすんだが、その直後、彼は What do we do now? さて、これからどうする？とつぶやくんだ。この一言は、見る者に強い問いかけを投げかける名台詞として語り継がれているのぜ。それは深いね。当選しても、彼の中に虚しさが残ったってことかな。まさにその通りだ。レッドフォードは、若き日の輝かしい理想と、現実との葛藤、そして成功の裏にある喪失感を、
繊細かつ力強く演じきっているんだ。彼の内面の変化が、観客に深く響くんだぜ。この映画は、現代の政治や選挙のあり方にも通じるテーマを扱っていて、彼の知的な魅力と、社会的なメッセージを伝える俳優としての姿勢が際立つ一作なのぜ。なるほど。ただのイケメン俳優じゃない、深い演技力が光る作品なんだね。これはぜひ見て、ビルの心の動きを感じてみたい。そうだろう？だからこそ、候補者ビル・マッケイは、ロバート・レッドフォードの俳優としての深みを堪能できる作品として、第9位にランクインなのぜ。第8位、オールイズロスト、最後の手紙、2013年。さあ、第8位は、2013年公開の異色作、オールイズロスト最後の手紙なのぜ。最後の手紙？なんだか寂しいタイトルだね。これはな、ロバート・レッドフォードが一人で出演し、セリフもほとんどない、非常に挑戦的な作品なんだ。彼はインド洋でヨットの旅を楽しんでいたんだが、ある日、輸送用コンテナに衝突してしまうのぜ。一人でセリフなしで物語が進むなんて、すごいね。ヨットは損傷し、通信手段も失われ、食料も水も尽きる中、嵐やサメに襲われながら必死に生き残ろうとするんだ。彼の表情や息遣い一つ一つが、観客に絶望と希望、そして生きる意志を強く訴えかけるのぜ。ひえー、想像しただけでゾッとするね。まさに極限状態だ。そうだろ？この映画は、人間が自然の猛威と対峙した時、いかに無力であり、同時にいかに強靭であるかを深く描いているんだ。レッドフォードは、この作品で、そのキャリアの集大成とも言える圧巻の演技を披露しているのぜ。70代半ばにして、衰えを知らない肉体と精神力で、孤独な戦いをリアルに演じきっているんだ。なるほど。セリフがないからこそ、彼の演技が際立つんだね。ベテラン俳優の真骨頂だ。その通りだ。彼は、年齢を重ねてもなお、俳優として新たな境地を開拓し続けていることを証明したんだぜ。見る者は彼の状況に感情移入し、息を飲む緊迫感の中で物語に引き込まれるんだ。だからこそ、このオールイズロストは、ロバート・レッドフォードの類稀なる演技力を存分に味わえる作品として、堂々の第8位にランクインなのぜ。第7位、スパイゲーム、2001年。さあ、続いて第7位に選ばれたのは、2001年公開の傑作スパイ映画、スパイゲームなのぜ。スパイゲーム、ブラッド・ピットも出てるんだよね。その通りだ、レイム。ロバート・レッドフォードとブラッド・ピットという夢のような共演が実現した作品なんだぜ。レッドフォードが演じるのは、引退間近のベテラン CIA エージェント、ネイサン・ミュアー。彼は、かつて自分が育てた部下、トム・ビショップ、ブラッド・ピットが中国で逮捕されたことを知り、彼を救うために最後の任務に挑むことになるんだ。わあ、師弟コンビの物語なんだ。レッドフォードさんはどんな役どころなの？ミュアーは非常に冷静沈着で、目的のためなら手段を選ばない冷徹さも持ち合わせているが、その裏にはビショップへの深い情があるんだ。彼の頭脳と経験を駆使して、本部の目を欺きながらビショップを救出する計画を立てる姿は、まさに知略の限りを尽くすイケオジの真骨頂なのぜ。彼が過去の回想シーンを交えながら、ビショップとの関係性やスパイとしての哲学を語るシーンは特に見どころだ。なるほど。冷徹さの中にも人間味があるんだね。緊迫した頭脳戦が繰り広げられそう。その通りだ。この映画は、緊迫感あふれる展開と巧妙なストーリーテリングが魅力で、スパイ映画ファンにはたまらない一作なのぜ。レッドフォードは、自身のキャリアで培ってきた深みと、老快なベテランスパイとしての貫禄を遺憾なく発揮しているんだ。彼の眼差し一つで、多くの感情を表現する演技は圧巻だ。まさに、長年の経験が滲み出るイケオジの魅力が存分に堪能できる作品と言えるのぜ。聞けば聞くほど、レッドフォードさんの演技の深さに引き込まれるね。これはもう見るしかない。そうだろう？だからこそ、スパイゲームは、ロバート・レッドフォードの円熟した魅力を味わえる作品として、堂々の第7位にランクインなのぜ。第6位、愛と悲しみの果て、1985年。さあ、
第6位に輝いたのは、1985年公開の壮大なロマンス大作、愛と悲しみの果てなのぜ。有名な映画だね。メリル・ストリープも出てる？その通りだ、レイム。デンマークの作家、カレン・ブリクセンのアフリカでの実体験を元にした物語なんだ。メリル・ストリープ演じるカレンが、アフリカのコーヒー農園で、ロバート・レッドフォード演じる自由を愛する狩人、デニス・フィンチ・ハットンと出会い、恋に落ちるのぜ。アフリカの大自然が舞台なんだね。レッドフォードさんはどんな役？デニスは、アフリカの大地を愛し、束縛を嫌う孤高の男なんだ。カレンとは対照的な価値観を持つが、互いに惹かれ合い、情熱的な関係を築いていく。彼が演じるデニスは、野生の魅力と知性を兼ね備え、どこか影のあるミステリアスな雰囲気を漂わせているのぜ。雄大なサバンナを背景に、レッドフォードがヘミングウェイのような魅力を発揮しているんだ。まさにイケオジの代表格って感じだね。ワイルドな魅力が存分に味わえそう。その通りだ。この映画は、息を飲むほど美しいアフリカの風景と、二人の複雑な関係が織りなす人間ドラマが魅力なんだ。広大な自然の中で、レッドフォードが愛と自由を求める男を演じる姿は、彼のキャリアの中でも特に象徴的だ。彼は、言葉よりも表情や仕草で多くを語り、観客に深い感動を与えるんだぜ。忘れられない映像体験となるはずだ。壮大なロマンス、これは見応えがありそうだね。そうだろう？だからこそ、愛と悲しみの果ては、ロバート・レッドフォードのロマンチックな魅力を堪能できる作品として、堂々の第6位にランクインなのぜ。第5位、大統領の陰謀、1976年。第6位の愛と悲しみの果て、アフリカの雄大な自然と切ない恋物語、そしてレッドフォードの自由な冒険家役が素敵だったわ。いよいよトップ5に突入ね。第5位はどんな作品かしら？おう、ついに来たぜ、ベスト5だ。第5位は、アメリカ現代史を揺るがした一大スキャンダルを暴いた記者たちの執念を描く、1976年公開のポリティカルサスペンスの金字塔、大統領の陰謀だ。レッドフォードは、ワシントンポスト紙の若き記者ボブ・ウッドワードを熱演している。大統領の陰謀。これはまた社会派な作品ね。ウォーターゲート事件を扱った映画よね。レッドフォードがジャーナリスト役って、なんだか候補者ビル・マッケイの時とはまた違う知的な魅力がありそう。その通り。これは実際にウォーターゲート事件をスクープした二人の記者、ウッドワードとカール・バーンスタイン、ダスティン・ホフマンの、地道で粘り強い調査報道を描いた傑作だ。レッドフォードは制作総指揮も務めていて、この映画化に並々ならぬ情熱を注いだんだぜ。最初は小さな侵入事件と思われたものが、やがて大統領を辞任に追い込む巨大な陰謀へと繋がっていく過程を、ドキュメンタリータッチでスリリングに描き出している。レッドフォードが制作総指揮も、それはすごいわね。単なる俳優としてだけじゃなく、作品そのものに深く関わっていたのね。ダスティン・ホフマンとの共演も見どころの一つかしら？ああ、レッドフォード演じる冷静沈着でエリート志向のウッドワードと、ホフマン演じる型破りで経験豊富なバーンスタイン。対照的な二人が、時に反発し合いながらも、真実を追求するために協力し合う姿が胸を熱くするんだ。地道な聞き込み、深夜の密会、匿名の情報源ディープスロートからの謎めいた助言、派手なアクションはないが、ペンを武器に国家権力という巨大な壁に立ち向かう記者たちの姿には、強烈な緊迫感とリアリティがある。ペンは剣よりも強し。ってことね。レッドフォードは、その若き記者をどんな風に演じているの？正義感と使命感に燃えながらも、取材の過程で直面するプレッシャーや恐怖に葛藤する、等身大のジャーナリストを見事に体現している。彼の知的でクールな佇まいは、まさにウッドワードそのものだ。この映画は、報道の自由と権力の監視という、今も変わらぬ重要なテーマを我々に問いかけてくる。だから、アメリカ史に残る事件の真相に迫る衝撃と、二大俳優の共演が光る大統領の陰謀が第5位だ。第4位、明日に向かって撃て、1969年。第5位大統領の陰謀、レッドフォードの知的な記者役、痺れたわ。
さあ第4位よ。ドキドキするわ。来たぜー。第4位は、アメリカンニューシネマの傑作、1969年公開明日に向かって撃て、だ。レッドフォードは伝説のガンマン、サンダンスキッドを演じ、トップスターの仲間入りだ。明日に向かって撃て、来たー。レッドフォードの代表作の一つね。ポール・ニューマンとのコンビが最高だって聞くわ。その通り、ポール・ニューマン演じるブッチ・キャシディと、レッドフォード演じるサンダンスキッド。二人のアウトローが銀行強盗や列車強盗を繰り返しながら、追ってから逃れる物語だ。単なる西部劇じゃない。ユーモアとペーソスに溢れ、既存の価値観に反抗する若者の姿が、当時のアメリカ社会と重なり共感を呼んだんだ。なるほど。ただのアクションじゃなくて時代背景も描かれてるのね。レッドフォードのサンダンスキッドはどんな感じ？口数は少ないが眼光と早打ちの腕は超一流。相棒ブッチの陽気さとは対照的にニヒルでクールだ。だがブッチとの間には固い友情と信頼があり、コンビネーションが絶妙なんだ。有名な自転車のシーンや雨に濡れてももこの映画からだぜ。そして衝撃的で切ないラストシーンは忘れられない。名シーンがたくさん。レッドフォードのクールなガンマン、絶対かっこいいわ。ポール・ニューマンとの掛け合いも楽しみ。ああ、レッドフォードのシャープな魅力とポール・ニューマンのカリスマ性が、見事に融合した奇跡のような作品だ。二人の軽妙なやりとり、破天荒な逃避行、迫る時代の変化、アメリカンニューシネマの象徴として愛され続けている。だから永遠の輝きを放つバディムービーの金字塔、明日に向かって撃てが第4位だ。第3位、スティング、1973年。さあ、いよいよ第3位にランクインしたのは、1973年公開の痛快な犯罪コメディ、スティングなのぜ。スティング、この映画も有名だよね。確か、ポール・ニューマンとレッドフォードさんがまた共演してるんだよね。その通りだ、レイム。前回の明日に向かって撃てに続き、再びポール・ニューマンとロバート・レッドフォードが、奇跡の再共演を果たした作品なんだ。レッドフォードが演じるのは、若き詐欺師、ジョニー・フッカー。相棒を殺された復讐のため、伝説の詐欺師ヘンリー・ゴンドーフ、ポール・ニューマンと共に、大物ギャングを欺く壮大なスティング、騙しを仕掛けるんだぜ。わあ、詐欺師コンビなんだ。レッドフォードさんはどんな役なの？フッカーは、経験は浅いが腕は確かで、向こう水なところもある、魅力的な青年詐欺師なんだ。ゴンドーフの指導のもと、次第に一人前の詐欺師へと成長していく彼の姿は、まさにイケオジになる前のイケメンが光り輝いているのぜ。二人の軽妙なやりとりと、次々と仕掛けられる巧妙なトリックは、観客を最後まで飽きさせないんだ。なるほど。若き日のレッドフォードさんの魅力を存分に楽しめるんだね。どんな騙し合いが繰り広げられるのか、想像するだけでワクワクするね。その通りだ。この映画は、アカデミー賞作品賞を受賞した傑作で、ジャズの名曲エンターテイナーが完璧に融合した名作なのぜ。レッドフォードは、若さと才能、そしてどこか危うさを秘めたフッカーを見事に演じきっているんだ。彼の輝くようなルックスと、騙しの駆け引きを楽しむ余裕が、観客を魅了するんだぜ。まさにイケメンからイケオジへの進化の過程を味わえる作品だ。これは絶対見るべきだね。そうだろう？だからこそ、スティングは、ロバート・レッドフォードの若き日のイケメンとイケオジに通じる、魅力を満喫できる作品として、堂々の第3位にランクインなのぜ。第2位、追憶、1973年。第3位のスティング、レッドフォードとポール・ニューマンのコンビ、本当に最高のエンターテイメントだったわ。いよいよ第2位ね。もう心臓がバクバクよ。いよいよ来たぜ、第2位。これはな、映画史に残る、あまりにも切ないラブストーリーの傑作。1973年公開の追憶だ。レッドフォードは、すべてを兼ね備えたエリート青年ハベル・ガードナーを演じ、バーブラ・ストライサンドとの共演が大きな話題を呼んだんだぜ。追憶、タイトルからしてもう涙を誘うわね。バーブラ・ストライサンドとの恋愛映画なのね。レッドフォードのロマンチックな役どころ、すごく気になるわ。物語は、大学時代に出会った全く対照的な二人、
政治活動に情熱を燃やすユダヤ系のケイティ・ストライサンドと、才能豊かでスポーツ万能、誰もが羨むような WASP の青年ハベル・レッドフォードの、数十年にもわたる愛の奇跡を描いているんだ。激しく惹かれ合いながらも、その根本的な価値観の違いや、時代の波、特にマッカーシズムの嵐に翻弄され、結ばれては離れ、を繰り返すんだぜ。うわぁ。なんと切ない。惹かれ合うのに、どうしても埋められない溝があるなんて。レッドフォードは、その完璧に見えるエリート青年をどんな風に演じているの？ハベルは、表面上はクールで、何事もそつなくこなし、多くの人から愛されるキャラクターだが、内面にはある種の定感や、強い信念を持つケイティに対する複雑な思いを抱えている。レッドフォードは、その繊細な心の揺れ動きを、美しい容姿の中に巧みに表現しているんだ。ケイティのまっすぐな情熱に強く惹かれ、愛しつつも、彼女の理想主義的な激しさにはついていけない。そのもどかしさ、苦悩が、見る者の胸を締め付ける。有名なバーブラ・ストライサンドが歌う主題歌追憶が、二人の愛の物語をさらに美しく、そして切なく彩っているんだぜ。主題歌追憶は本当に名曲よね。レッドフォードの繊細な演技と、バーブラ・ストライサンドの魂の歌声、想像しただけで泣けてきそう。愛とは何か、そして共に生きることの難しさ、美しさを問いかける、深く深く心に残る作品だ。二人のスターの圧倒的な輝きと、いつまでも色褪せないメロディ、そして誰もが経験するであろうほろ苦い愛の記憶。だからこそ、見る者の魂を揺さぶる永遠のラブストーリー。追憶が堂々の第2位だ。第1位、華麗なるギャツビー、1974年公開。ついに来たわね。追憶の切ない愛の物語、本当に素晴らしかった。そして、いよいよ栄光の第1位、ロバート・レッドフォード主演映画ランキング。頂点に輝くのは一体どんな作品なのかしら。もう待ちきれないわ。ああ、ついにこの時が来たぜ。数々の名作を抑えて、ロバート・レッドフォード主演映画ランキング、堂々の第1位に輝くのは、1974年公開、F. スコット・フィッツジェラルドの不朽の名作を映画化した、華麗なるギャツビーだ。レッドフォードは、謎に包まれた大富豪、J. ギャツビーを演じている。華麗なるギャツビー。まさにレッドフォードの代名詞とも言える作品じゃない。どこかミステリアスで、それでいて純粋な雰囲気は、レッドフォードにしか出せないギャツビー像よね。文学作品の映画化としても有名だし、期待しかないわ。その通りだ。物語は1920年代、狂乱のジャズエイジのアメリカ、ロングアイランドの豪邸で毎夜豪華なパーティーを開く謎の男ギャツビー。彼の目的はただ一つ。かつて愛した女性デイジー・ミア・ファローの心を取り戻すこと。富と名声の裏に隠されたギャツビーの純粋でひたむきな愛。そしてその悲劇的な結末を、絢爛豪華な映像美で描いた傑作だぜ。レッドフォードのギャツビーは、まさにフィッツジェラルドが描いた理想像そのものと絶賛されたんだ。デイジーのためだけに全てを捧げるギャツビー。なんてロマンチックで、そして儚いの。レッドフォードは、そのミステリアスで純粋な大富豪をどんな風に演じているの？完璧なまでの美貌と富を持ちながらも、その瞳の奥には常にデイジーへの思いと、どこか満たされない孤独感を漂わせている。彼の佇まい、仕草、そして時折見せる切ない微笑みが、ギャツビーという人物の複雑な内面を見事に表現しているんだ。華やかなパーティーシーンの裏にある虚無感、そしてアメリカンドリームの光と影をも描き出している。この作品でレッドフォードは、永遠のギャツビーとして映画史にその名を刻んだと言っても過言じゃない。だから、文学的好機と映像美、そしてレッドフォードの圧倒的な存在感が融合した奇跡の作品、華麗なるギャツビーが、文句なしの第一位だ。総評またはまとめ。いやー、レッドフォードの名作ランキング、本当に濃密だったわね。どの作品も彼の魅力が炸裂していて、改めてその偉大さを感じたわ。クールなガンマンから、知的なジャーナリスト、そして純粋な愛に生きる男まで、本当に幅広い役柄を見事に演じきっていたわね。まったくだぜ。レッドフォードは、ただの二枚目俳優じゃない。
時代を切り開く先鋭的な作品にも果敢に挑戦し、社会派なテーマにも深く切り込んできた。俳優としてだけでなく、監督や制作者としても才能を発揮し、インディペンデント映画の支援にも尽力した。まさに映画界のレジェンドだ。今回紹介した作品以外にも、まだまだ語り尽くせない名作がたくさんあるからな。そうよね。今回のランキングを通して、レッドフォードの多面的な魅力と、映画史に残る名作の数々に触れることができて、本当に楽しかったわ。またいつか、別のテーマでも映画ランキングをやってみたいわね。おう、もちろんだぜ。その時はまた、熱く語り合おうじゃないか。みんなも、今回紹介したレッドフォード作品、ぜひ見てみてくれよな。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。